ステルインラブが一緒に遊んでみたいものがあるとスーパーファミコンのゲームを持ってきたのでプレイしてみたら自分と同じ名前の主人公が美少女幼馴染と結婚することになったスケトレ。今日はトレーナーさんと一緒に遊んでみたいものがありまして。遊んでみたいもの？はい、これなんですが。スーパーファミコン、ステルがゲームを持ってくるなんて珍しいこともあるもんだ。先日見つけたものなのですがこちらは少し興味を惹かれまして。へえ、どんなゲーム？昔ながらの冒険物語です。主人公が世界を旅しながら様々な出会いを経験していくそうです。なるほど、ベタではあるかもしれないけど逆に外れも少ないやつだ。ぜひプレイしてみてください。私は新妻として見守っていますので。新妻って。まあいいや、とりあえずプレイしてみようか。ゲームなんて久しぶりだから楽しみだよ。天空の馬娘5。どうしました？え？ドラクエのパロディ？いいえ、天空の馬娘5です。いきなり5からプレイして楽しめるの？ドラゴンクエストのようなナンバリングタイトルも作品それぞれが独立しているようにこのゲームもそれだけで楽しめますよ。そっか。まあプレイしてみようか。楽しみですね、トレーナーさんの大冒険。大冒険を繰り広げるのは俺じゃなくてゲームの主人公だから。行方不明の母を探して父と旅をする少年秀明。俺じゃん。言ったでしょう？トレーナーさんが大冒険を繰り広げると。これ主人公の名前秀明は固定されてるのかな？そうでなければトレーナーさんの大冒険になりませんからね。どういうこと？俺が狙い撃ちされてるの？トレーナーさん、この地球上に同じ名前の方なんていくらでもいますよ。それもそうか。さあ、ゲームを進めましょう。うん。秀明は父タニスと共に日高町へとたどり着いた。日高町？なんだか親近感を感じる街ですね、ゲームの中なのに。そこへ一人の少女が駆け寄ってくる。幼馴染の美少女スキンカだ。美少女っていう設定がはっきりとあるんだ。ドット絵ですと美少女とはっきり明言しないと伝わりませんから。そういうもんか。スキンカは明るくけなげで誰よりも秀明のことを理解していた。このくだりいるの？秀明とスキンカの絆をプレイヤーに理解させるために必要です。しかし幼馴染ってだけで誰よりも理解してるは言い過ぎじゃないかな。いいえ、ブエナさんも間違いないって言ってました。あの子は幼馴染過激派筆頭なんだからそういうに決まってるじゃないか。ある日秀明とスキンカはいじめられていたベビータバラーと出会う。ベビータバラー？はい、ベビータバラーです。ベビータバラーって何？凶悪なモンスターですね。凶悪ではありますが見た目だけは可愛らしい姿をしたモンスターです。そうなんだ。成長すると見た目も凶悪になります。そうなんだ。本当にベビータバラーのこと言ってる？それでどうすればいい？助けるの？もちろんです。どうしました？いや、将来的に大丈夫なのかなって。将来的に？なんか将来色々やらかしそうじゃない？大掛かりなトラブルのためになりそうな気がするよ。トレーナーさん、考えすぎですよ。それにかわいそうではありませんか。美少女スキンカほどではないにしろ見た目だけは可愛い子がいじめられているんですよ。今はスキンカはいいから。まあ犯してもいない未来の罪で見捨てるのは教育者としては間違ってるな。よし、助けよう。それでこそ私のトレーナーさんです。ベビータバラーを救うため二人は夜の幽霊屋敷へ向かった。幽霊屋敷か。絶対このイベントはボスも出るよね。幼い男女が共に恐怖を乗り越えることで絆が深まる重要なイベントです。俺が思ってたようなイベントと違う？スキンカが恐怖で震えている。手を繋ぎますか？この選択肢は？手を繋ぐとスキンカの親密度が急上昇しますよ。RPG なのに親密度あるの？あります。マルチエンディングに影響が出るとかそういうことなのかな。FF7 のゴールドソーサーでも親密度でティファの反応が変わったりするからな。じゃあ一人で大丈夫だろうわ。スキンカが悲しみます。じゃあ手を繋いどこうか。デメリットはなさそうだし。秀明はスキンカの手を握った。スキンカは嬉しそうに微笑んだ。ふふ。なんでステルも嬉しそうなの？ゲームの進行が順調なので安心しただけですよ。そう。いやー、結構サクサク進行してくからストレスはないね。
プレイ時間稼ぎでしかない冗長なお使いイベントはほぼありませんからね。言われてるぞドラクエ7。聞いたか。崩壊スターレール。まさか父親タニスがシモン・コーベニア王国の国王だったとは驚いたよ。でもそのタニスも死んじゃったしこのゲーム重い部分も多いね。物語には試練が必要ですから。でも10年の奴隷生活はきつすぎない？その試練を乗り越えてこそ主人公は成長するんです。リザイアさんもきっとそういうはずです。あの子は試練過激派筆頭なんだからそういうに決まってるじゃないか。で奴隷仲間のシーリーと脱走してなんやかんやあったりして今は天空の勇者を探す旅の真っ最中なわけだけど。大神殿で鞭打たれる寸前の少女を不思議な踊りで助けるシーンは涙なしには語れませんね。なんやこいつ、関わらんとこ。トレーナーさん。あそこにいるのがかつてのベビータバラーことキラータバラーです。おう、少年時代のベビータバラーか。大きくなったな。美少女ステンカのホッカムリを戦闘中に使ってください。それで仲間になります。トレーナーさん。やっぱり仲間にしない方が良くない？旅の仲間は多い方がいいですから。キラータバラーは何をキルするんだよ。無礼な記者とか。それ以上はいけない。お、ステンカと再会した。長い歳月を経ても彼女の美しさは少しも失われていなかった。それどころか歳月は彼女の美しさを奪うどころかより深くより気高いものへと宣言させていた。旅の仲間として加わったスティンカは変わらぬ明るさとけなげさで秀明の旅を支えた。どうしました？いや、説明文が毎回ステンカに甘いなと思って。事実を記しているだけですよ。それにこれは公式設定ですから。公式設定って便利な言葉だな。お、新しい街だ。港町苫小牧ですね。港以外は何もありません。そんな悲しいこと言うなよ。ドラクエ3のノアにいるみたいにクリアに無関係な街も RPG にはあるから。ようこそ苫小牧へ、海の魅力がいっぱいだよ。名物のホッキ貝もよろしく。三つ星には寄ったかい？良いとまけがおすすめだよ。NPC が全員観光案内してくるんだけど。親切な住民ですね。完全に宣伝だろ。この女の子は。このポットでの娘タルーラは朗らかで親しみやすくふるさとを心から愛する娘だった。普通にいい子そうだな。ポットでとかいう説明は不要な気もするけど。彼女がタルーラです。大富豪ヤベマンの娘で現在結婚相手を募集しています。ああ、結婚イベントなわけね。ヤベマンは言った。娘と結婚したい者には G1 級の優勝例を10個集めてもらう。無茶言うな。大富豪の娘の結婚相手ですからそれくらいの覚悟は必要なのでしょう。G1 を10勝だぞ。こいつは骨が折れそうだ。よし、10個集まった。長かったな。最後の優勝例を取るのに何回負けたことか。これでイベントが進むんだよね。ヤベマン邸に戻ると進行します。ふむふむ。これより花嫁を選んでもらう。心に決めた者の前で自慢のダンスを披露するのだ。我が娘タルーラ。共に幼少期を過ごした美しき幼馴染ステンカ。プレイヤーにとって究極の二択になるわけだ。あれ？まだ下にあるぞ。謎の強気な女性でカブラ。誰？隠し候補です。少し気の強い方ですが包容力のある女性です。ですが未勝利です。鳥居は胸がちょっと大きいくらいでそれ以外はステンカの方が圧倒的に優れていますよ。未勝利っていうのもよくわからないしタルーラに一切触れないのもなんなの？ティア1はステンカですからステンカ以外を選ぶ必要はないんですよ。じゃあタルーラで。トレーナーさん。そう言われると逆に別のキャラを選びたくなっちゃうよね。本当に我が娘タルーラで良いのか？はい。と。幼い頃に共に過ごした美しき幼馴染ステンカではなく。なんだこれ。確認です。もう確認したじゃん。大切な選択ですから。まあ後戻りできない選択なら繰り返しの確認も必要か。でもタルーラで。共に幽霊屋敷の恐怖を乗り越えた美しき幼馴染ステンカではなく。また。ステンカではなくタルーラで。長い時を超えて君との再会を待っていた美しき幼馴染ステンカではなく。
ヤベマンがそれ言う？大切な娘を嫁に出したくないのでは？そもそも選ばせる気ある？ありますよ。深く考えすぎですって。ならタルーラで。本当に後悔しないか？しつこいな。人生を左右する選択ですから。ゲームの中の話じゃん。それはそうですが。ってなんでスケルがそんな悲しそうなのさ。そんなことはありません。ゲームの進行が少し心配になっただけです。ちなみにタルーラを選んだ場合結婚後のイベントはかなり少ないですよ。夜のレースもありませんし。夜のレースって何なの？もちろん制作側は入れたかったそうですが容量の関係で削ったそうです。容量の関係じゃ仕方ないですね。ああ残念残念。じゃあデカグラにしてみるか。その選択肢は2周目以降です。じゃあなんでさっき現れたんだよ。あそこで求婚しても断られます。2周目以降で結婚可能となります。2周目の匂わせってことか。わかったよ。ス喧嘩にしよう。トレーナーさん。喧嘩で良いのか？はい。おめでとう、末永く幸せにな。はや。おかしくない？ス喧嘩の場合は確認されなかったんだけど。せっかく決断したのですからその意思が揺らぐ前に確定させてあげようという制作側の思いやりでしょうね。キャラへのひいきが露骨すぎるだろ。終わったー。お疲れ様でした。なんだかんだで楽しめたよ。それは良かったです。ただやっぱり気になるんだよな。何がですか？ス喧嘩関連だけ異常に作り込まれてたこと。そうでしょうか。RPG としての本筋と同じくらいス喧嘩とのサブイベントあったじゃん。愛情深いキャラクターなのでしょうね。それ説明になってなくない？でもトレーナーさんだって夫婦で行く協定上ミニゲームに没頭してましたよね。それはそれだよ。けど外すとス喧嘩が毎回っていうのなんなの？仕様ですね。どんな仕様だよ。まあいいや、スタッフロール見て終わろう。いえ、見る必要はないと思います。ダメだよ、エンドまで見てクリアなんだから。むむむ。音楽、キャラクターデザイン、マップ制作。関わってる人だいぶ少ないな。まるで同人作品みたいだ。シナリオ協力。スケルインラグ。は？スケル？これは？同姓同名の方のようですね。無理があるだろう。主人公が俺の名前で。偶然です。幼馴染がス喧嘩で。偶然です。タルーラ選ぼうとしたら確認が何回も出て。親切設計です。ス喧嘩は1回だったのに。プレイヤーの意思を尊重した結果です。スケルが作ったんだな。他の人の協力を得て。はい。だよな。最序盤から色々おかしかったもんな。まあ別にいいんだよ。普通に楽しめたし。でもそれなら最初からゲームを作ったから遊んでみてくださいって言えばいいのに。いいんですか？逆に悪いことある？何もないでしょ。よし、じゃあもう一回プレイしてみようかな。スケルが作ったゲームって視点で遊べばまた違った発見があるかもしれないし。そうなんです。隠し要素もたくさんあって。頑張って作ったんだね。トレーナーさんに楽しんで欲しくて。そっかそっか、ありがとう、嬉しいよ。じゃあ今度はデカブラと結婚することにしよっと。ドデイダーさん。ス喧嘩と結ばれたら勇者一人しか生まれないな。勇者10だってすごい名前だ。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。